ゆうきとネキの好きにある TV。 2月後半戦です。早いもので早いですね、いやーネキ、はい、来週の2月27日って何の日か知ってますか？221の先ですよね。 227歴史的な 227？ もしかして今日ここに並んでるいやバレてなかったからバレてなかった。ギリギリこいつらが守ってくれてた、そう実はですね、1996年2月27日に、ゲームボーイ用ソフトポケットモンスター赤緑が発売されたことから、この日はですねポケモンデーなんです。もう正式にポケモンデーとしてポケモンデーだよ、2月27。やったー。私が多分小学6年生から中学生になった頃で、葵ちゃんはじゃあそうなると4歳とかですか？本当に4歳とかじゃないですか、そうだからね、30周年、あ、やばいやばい、年齢が分かっちゃう。でもそうそう、ポケモン30周年なんですよね。そうなんですよ。今年すごいよね。コナンもエヴァもなんかみんなあのあたり30年ってありとあらゆるものがね、なんか周年を迎えてるよ。すごいね。そこから今もずっと彼らは、今もずっと IP ビジネスの最先端を走り続けている。衝撃的だったもんな。ゲームボーイでやりましたもん、最初のは。そうか、言ってましたね、最初の赤緑は。そうだ。ただそう、こっからね、やっぱりより私は進めていきたい。進めていきたい。そうやったというわけで、じゃあちょっと進めていきたいネキのために、今日はですね、ネキの手持ちポケモンを考えよう。やったー。どうですかネキ、ポケモン最近履修何かしました？そう、後私ポケモンのゲームやったんですよ。XY の一つ手前のやつにしてみました。XY ですね。ダイヤモンドパール？あれ違う、なんだっけ。あ、紫のやつなんだろう。紫。バイオレット。スカーレットバイオレットか。そう、スカーレットバイオレットで、なんか色的にこっちかなって思って、バイオレットにして、で闇ラミに会えるらしいって言われて、以前おすすめされた。そうでバイオレットちょっとやったら、もう大木戸博士じゃないんだみたいな。そう、博士はね、毎シリーズ違うんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。じゃあ平沢進さんみたいな博士は今回きり。はい。今回ジュニア博士かな。そうそう、ちょっとなんかメガネ六角形の。あとさ、ちょっとママと怪しくないあの人。そんなことない。なんかママと博士がちょっとなんか私は怪しいって今思ってるんですけど。ジュニアは博士じゃないか、先生。先生かな。先生だ。あれ博士誰だっけ？スカーレットバイオレット。平沢進みたいな人誰でしたっけ？知らないよ。平沢進さんだと思って見てないから。すみません、わかんない話しちゃって。困らせてる。普通さんか。これそうです。スカーレットかバイオレットかで博士違うんだ。なるほど。そうだ。そっか。博士違うんだ。博士違うんです。それも知らなかった。でもスカバイからっていうかスカバイのみですね。そうなんだ。これは最後まで遊んでいただけると何が起こってるかわかるかと。なんかストーリーがいいって聞いてよかった。ストーリーなんかそれこそスカーレット・バイオレットってそのなんか完全オープンワールドで遊べますみたいな感じだから、ストーリーどっからでもできるんですけど、どっからやってもちゃんと最後その集結するところまでの感情のエモさはなんか残されてるというか、すごいうまい作りだなと思って遊んでましたね。そうでもさ、なんだっけ、全然最初に来るポケモン、そう知らないっていうか、最新の皆さんで。そうですよね。そうですよね。誰選んだんですか？私はね、ホゲータさんにしてみました。意外かも。本当？意外かも。なんだっけ、一番さ、なんか立ったら怒られるさポケモンいるじゃない。そうね、なんかあれが多分可愛いっていうか人気なのかなって思ったんですけど、でもう一人のペンギンじゃなくてなんだっけな。でもクワッスですね。そうクワッスもちょっと気になったんですけど、やっぱなんかね、ちょっとホゲータと目が合っちゃって。そっか、わかります。でもなんかホゲータ目が合うとちょっとなんか私が大事にしてあげなきゃになりますよね。そう、なんて言ったらいいんでしょうね。ちょっとこういじらしい感じで、あとなんかちょっと大丈夫かなみたいなね。今パーティーどんな感じなんですか？今全然まだね、草むらでボール投げてるだけだから、ようやく学校着いたんですけど、そうもう本当に始めたてでもゆきとねきでそのほら。ポケモン界があるって聞いたからちょっとまだ止めてるかも。逆にね。そう。あそこで進めちゃうとこっちより進んじゃって時空が歪むから。そっか。闇波はでもすごい気になってます。以前おすすめ受けて。いいですね。そう今まで番組の中で上がった候補っていうのがありまして、ちょっと今回はねこれをポケモンカードでちょっと用意していますので、やったー。ちょっとこちらに紹介していければと思います。まずはパラセクトですね。
今回ポケモン界すごいメジャーだって思ったけど、結構なんかニッチというかあれなのね。私に合うポケモンってなんか割とこういう感じなんですね。逆にだってね、ピカチュウとかモテますちょっと気使っちゃうかもな。気使うよね。私もピカチュウ結構気使うもんな。でこれまで出たポケモンたちがまずパラセクト、そして先ほども上がりましたヤミラミね。ヤミラミちゃん、かわいいヤミラミ。早く会いたい。光キラキラってしてる。そしてスリーパー。なんかやっぱりこういう系なんですね。スリーパー上がるの相当ですよ、女子で。この子は昔からいますよね。そうですね、初代からいるポケモンですね。嬉しい、私でもわかる。パラセクトもね、そうですし、あとそしてユンゲラーもやっぱりこういう系なんですね。はい。こういうね、フーディンじゃなくてユンゲラーのところにね、やっぱ通信交換できないっていうなんか良さがある。なるほどね。だからユンゲラーなんだ。そう、これ通信交換しないとフーディンにならないんですよ。うわー、なれなそう私。友達いないとそっか、フーディンができないから。だからユンゲラーなんだ。私がでもフーディンにしてあげるから。ありがとう。そしてわかる。そしてポリゴン。ちょっとわかる。ポリゴンめっちゃわかりますね。はい、ポリゴンもね、結構今ちゃんと見てもポリゴンのデザインって可愛いなって。いや、おしゃれよね。なんかかなり先取りしてあれですよね、夢かわでしたよね。だと思う。ではこの5名がどうですかね、期的に今一番グッときてるのは。やっぱでももともと私やっぱポリゴンってすごい素敵だなって思って、なんか当時ねお人形持ってましたよ。なんかクリスタルみたいなありましたよね。メタルみたいのでできてるやつだ。そうとか、やっぱりでもおすすめを受けたヤミラミはちょっと多分この他の4名の方はさ、151匹にいたと思うから。そうですね、初期面でしたね。そう。ヤミラミすごいぴったりだと思う。可愛いし。このユンゲラーもいるしスリーパーもいるし、やっぱこういう系なんだなっていうね、おすすめがね。そうですね、これね本当にね並べて、このカード並べてみて本当にね、もうポケモンが好きな人からじゃなきゃなかなか名前上がらないチームで。逆に良かった。すごい。これでだからパーティー組むって感じですよね。すごいよね。もうすごいタイプも偏ってるし。白チュームと超念力ってなんかもうねいいよね。なかなかよね。ポリゴンってぶつかるなんだ技。本当だ。可愛い。こんなになんか電子的なのに。そう、結構でもねカードはねカードの技がカード専用の技とか行動が結構あったりするので、またちょっとゲームとは違うんですけど。いいですね。スリーパーなんかあれだね。こうゾクゾクするね。この感じ。この話は、配信中はしないようにしましょうね。ユンゲラも素敵。ユンゲラーもいいですよね。そうやっぱね当時それこそ本当に赤緑の時ってエスパータイプがバカ強くて、それこそ確かフーディンとかって最強格だったんじゃなかったかな。フーディンとかなかったゲンガーかとかが結構なんか最強って言われてましたよね。ゲンガーは早かったのかな。そうかも。ゲンガー強いってなんかあったような。でもちょっと赤緑だからね止まってるんですけど。そうなんですよ。とかね、なんかこんな話もね前の番組までに出てたんですけれども、さらにねスキニアローの皆さんから送っていただいたポケモンたちもありますので、ここにカードがあるので、じゃあ私に合うポケモンを皆さんが選んでくださった。はい、なんだろう。誰だ。ゆうきとネキ。ダークライ。ネキとダークライで映ってほしい。ちょっとさ、なんかこれは何？ほらダークライ持ってカメラに。これ悪いポケモンじゃないの？大丈夫なの？なんかめっちゃかっこいいんですよ、ダークライは。名前有名ですよね。何言ってんですか。ディアルガ VS パルキア VS ダークライのダークライですよ。またしても何も知らないダークライさん。なんとか VS のダークライっていうイメージ。そうなんですよ。いやめちゃくちゃかっこいいですよ。かっこいいけどなんかすごい悪って感じがするよ。違うの。こんなダークガード闇の螺旋だけど。いや違うのよ。そうなんだ。違うの。でもねいつもねモノクロの衣装を着用されてるイメージなので、モノクロのポケモンが似合うと思いました。アボソルとも悩みましたが松沢さんは暗黒とか漆黒の闇とか好きだと思うのでダークライがフィットすると思います。ちゃんと十字架つけてくれてる。ね、すごいイメージイラストもつけてくださってて。すごい。これダークいいですね。ダーク松沢って書いてあるよ。桃子サイボーグさんからいただきました。書いてくださってる。
かっこいい。しかも私のこの足から伸びてる影がダークライになってるよ。そうダークライってそうなんですよ。影の中に潜むみたいな設定が。しかも本当だ、身長と体重私同じくらいダークライ。ほぼ一緒よこれ。それダークライも喜んでるよ。ほぼじゃ私じゃんこれ。君は僕だったんだね。ほぼ一緒サイズ感が。ゼロの話しちゃったまた。本当だ。私と本当じゃ影から何ダークポケモンってそういうのもあるんだ。結構ありますね。それこそゴーストタイプとかがあるぐらいなので。そうなんですよ。ダークライはでも結構いわゆるちょっとダークヒーロー枠と言いますか。ダークヒーローなんですね。かっこいいイメージです。私なんかミュウツー的なさちょっと敵対する感じかと思ってたけど。でもそうっちゃそうなんですけど。バーサスしてるもんね。そうでも決してダークライが悪いわけではないですね。ちょっと早くダークライを知るには何がいいんだろう。やっぱディアルガバーサスパルキアバーサスダークライじゃないですか。それって正式タイトルなの？そうですよ。そうか別に3人でそういうこともあるもんね。てかね最初確か公開された時ってディアルガバーサスパルキアだったはずなんですよ。で途中からダークライ入ってきて。ダークライ入ったみたいになった記憶が。最初タイトル違ったの？いや最初はねなんか公開されたタイミングの時はね2匹で戦ってたはずなんだよね。しかもディアルガとパルキアって時を操ると空間を操るかっこいいな感じなんですよ。でそこに入ってくるダークライ別に何でもないんですよ。何でもないんだ。何でもない別に神様じゃない。でも闇は使うよ。そうなの。そうだからなんで突然そんなディアルガとパルキアと戦わされてんねん。ちょっと大変すぎない？身が重いやろみたいな思ってたんですけど、でもねそこはでもダークライ大人気キャラクターですので、嬉しい。こんな強いポケモンが来てくれて、イラストもとっても素敵。あとねすごいやっぱポケモンの中でもね随一の美脚キャラクターだったりもするので。そうなんだ。ダークライすごい美脚なんですよ。なんかね鉄塔みたいなところにダークライがスッて立ってる絵があるんですけど、足綺麗すぎて超面白い。見てみる。確かにぜひスッてここもね足伸びてるもんね。そうなんですよ。影からねこう伸びる感じの印象で。続きましてまだいらっしゃる。なんだろう。来ましたゲンガー。持って待ってほら似合うかなね。さっきから全部カードが黒いんだけど。なんかゴーストかアクかエスパーだよね。なんかあれだね EV とか来ないね。逆に言うけどね EV と暮らせるんすか？ちょっと気使っちゃうな。EV にさ敬語使うでしょ。わかる。なんかちょっとクラスのなんかすごい位の高い女子と話す時みたいになっちゃう。多分 EV は距離感とかがあんまないタイプだから、ネキがこうやって喋ってたりとかしたら、ネキの膝に勝手に座ってくるし、ネキの顔を勝手にペロペロしてきたりするしみたいな感じですよ。ちょっと戸惑っちゃうかも。だったら私ゲンガーと部屋の隅っこに座ってる方が落ち着くかもしれない。でゲンガーはネキのことを気まぐれに脅かしてはくるけど、決してテリトリーを犯しては来ない気がする。確かにそう。それで言うとダークライもそういうタイプですね。ダークライは本当一緒に隅っこいる感じ。だからだと思う。私ゲンが結構ねいたずらっ子なんですよ。なんかやんちゃなところもあるよねきっとね。ありつつ可愛い。でもネキゲンガーは友達いないと進化できないですから。通信交換ですからね。だから私がいてよかったですね。よかった。でも最近さ進化させたくない人もいるんでしょ。なんかいるこのままにしたいみたいな。私の友達タマザラシってポケモンが大好きなんですけど、タマザラシってトドグラーってポケモンに進化して、その後トドゼルガっていうポケモンに進化するんですよ。それが最初ねもう丸々したすごい可愛いアザラシみたいな感じなんですけど、だんだんもう冬山を表現したみたいなポケモンになってくるんですよ。かっこいいんだけど、やっぱ家にいるとこ想像つかないよねって言って進化させられないって話してた。一緒にそうか、お風呂とか一緒に入れないって。確かにもうトドゼルガと風呂無理かもって。そうね。そうだな、ポケモン進化しちゃうと戻れないしね。そうなんです。そこもね、結構ねそのデジモンとの違う部分ですよね。
そうこれねせいちゃんさんからちなみにゲンガーいただいたんですけど、はい、あおちゃんネキ好きにやろう。好きにやろう。ポケモンは詳しくないんですが、ネキと相性が良さそうなポケモンはゲンガーだと思います。タイプゴースト悪、毒、技、滅びの歌、呪い恨み、あたりがネキの儚げで闇の部分とももしかしたら合うのかなと、ネキとあおちゃんはゲンガーどう思われますかなんてねいただいてます。確かに大好物が並んでますけどね。そうね、そうでゴースト悪、毒、滅びの歌、呪い。滅びの歌って何？滅びの歌は聞かせた敵を3ターン聞かせ続けると倒せちゃうっていう。滅ぶんだ、怖い。そうなんです。だ強かったよね当時。強かったはずです、当時は本当にゲンガーめちゃめちゃ強かったです。ただ私当時バトルめっちゃやってたわけじゃないから、でもね今もそれこそゲンガーって強いんでしょうね。今まあほら増えてきたからね、それこそ強いポケモンも増えたでしょうしね。あとね持ち物持たせるとかが結構あって、で毒タイプって地面に弱いんですけど、なんかだからそれこそその浮遊っていう特性を持っててとか、で確か地面が無効なんじゃなかったっけなとかで、だから毒タイプだと使いやすいみたいな話を聞いたけど、私が実際にゲンガーと戦った、と一緒に戦ったわけじゃないから分かんないかも。そう結構ねやっぱずっと人気もあるし、なんかバトルでもなんかやっぱ愛されてるイメージがありますね。カードのなんかこう性能も強そうだしな、これ見た感じ。悪夢100、ナイトゲート、ネキっぽい。すごいもう中二じゃないですか。さあ続きまして、なんだろう、ミミッキュー可愛いけど、この子もなかなかちょっとミミッキュもゴーストタイプですね。あれよね、なんかちょっといろいろあるよね、この子もね。そうです、この子こそ闇深ポケモンの代表格と言っても過言ではないのではないでしょうか。ミミッキュさんもバトルではとんでもねえ強かったです。ミミッキュさんはね一発耐えられるんですよ絶対。そうなんだ。これ偽物化けの皮っていうのをかぶってるんですけど、なんか本体はこの体の部分なんですよね。ここ？そう。ここから目が見えてるみたいな。本当だ。感じで上の部分は顔じゃないので、ピカチュウを模してるだけなので。ピカチュウに憧れてるんだっけ？ピカチュウになりたい。ピカチュウになりたい。わかるよ。そうなんです。ピカチュウになりたい。確かにこれはうちの子だね。そう。手持ち判定してくれた。手持ち。しかも強い。なかなかこれも闇を感じる。いや、かなり可愛いし闇深ポケモンで、しかも可愛すぎないのもいいですよね。そうそうそう。なんかキャルンキャルンもしてないというか。してない。だってネキの手持ちやっぱゴーストなのかな。ゴーストあって揃えよう。今んとこ全部そういう感じになってるよ。そうですね。私がこのね捕まえたと言いますか、来てくれたポケモンの皆さん。そうですね。なんか逆に言うとノーマルタイプのポリゴンが一人で困ってる感じある。確かにポリゴンがすごい健やかに見えるもん。健やかかもしれないですね。なんかだってカード一つだけ白いし、気まずそう気まずそうかも。寿司さんからいただきました。ありがとうございます。ゆきねきこん好き。今回ポケモンあまり知らない勢ですが応募いたします。自分が思うネキのパートナーはミミッキュです。理由としては見た目が可愛い、中身が不明なところがお互いに似合っていると感じました。あとミミッキュが人間と仲良くなりたいと願っているのもネキに合いそうと。どう見えてるんだろう。でもちょっとわかる。人間と仲良くなりたいって。そうなんですよ。決してこう人間が嫌なわけではない、けれど歩み寄れるのだろうかっていうね。ミミッキュもきっとそうだったんですよね。ミミッキュ自身もねきっとそういう。ミミッキュには何があったんだ。ミミッキュに何があったかはいろいろ語られてはいるんですが、私ここではお話できない。話できない。ちょっとひどい目にあったとか。私ねここではお話できない。そうだよね。そうなんですけど、結構ミミッキュが登場した回というか、そのサンムーンから出てきたポケモンなんですけど、サンムーンの時のそのメインゴーストタイプキャラみたいな感じで扱われていたんですが、その時がね確かねなんか古いスーパーの中を探検するみたいな中でミミッキュと出会うんですよ。でなんかずっとゴーストタイプのポケモンがいっぱい確かにいる場所なんだけど、最後の最後にミミッキュのめちゃくちゃ怖いシーンで終わるっていう。ポケモンの中でも屈指のしっかり作られたホラー界出身だったりもするので、と思うな。そう印象的でしたね。そして本当に強い。日の当たらない暗がりに住むって書いてあるもんね。明るいところよりは暗いところの方がネキも好きかなって。そうでもこの彼がカードになるときはこういう表現をしてくださいっていうオーダーだったんだね、きっとミミッキュね。そうなんじゃないですか。ほらピカピカしてるよなんか。本当だ。お花も咲いてるし。日だまりにね。日だまりであったかくなってるミミッキュ。可愛いよね。ちょっと可哀想な感じ
可愛いなのかな。ね、うんやっぱその恨みつらみありそうな方がやっぱりゴーストタイプ恨みつらみあるんだ。あるよ、へーあるよミミキはきっと。そっか。うんうちに来て幸せになってくれるといいんだが。いやなりますよ、うんきっと。しかし闇を共有し合いましょう。しかし今んとこ本当黒とか紫とか。誰だ好きにやる TV。 続きまして、ゆきまささんからいただきました、はい。テレヌオーあ、可愛い。あ、なんか平和なの来たよ。ででそう、うんヌオちゃんもいいですね、かわうん。いい。土食ってる、掘ってんのか、掘ってるじゃん。あ、食ってっかと思った。土に入りたいんじゃない？水地面タイプなんですよね。あー。水地面。おお。そうなんです。うん。なんかね、ヌオちゃんはでもウパー、この一個前のウパーも可愛いし、あーこの右上にね、いるんですけど、ここね、そうこれねの子書いてある。ウパーから進化してヌオになるんですけど、へえ。めっちゃ可愛いんですよ、うんちなみにスカーレット・バイオレットをうんお迎えされたって話なんですけど、の結構冒頭の方、それこそ学園のちょっと手前あたりの湿地みたいなところに本当？実はウパーがいます。行かなきゃ。しかもパルデアウパーって言って茶色いウパーがいて、うんでドーっていうのに進化します。どうこれネーミングヌオーとかドーとかなの？はいドーに進化します。ドーってどうなの？ヌオーがヌオーがにドーに。そうドーはねうんすごい茶色いのエ？クレアみたいです。美味しそう。エクレアってあ呼ばれてます。確かにこれで茶色かったらエクレアなるね。そうなんですよ。へー最近ねヌオーはなんうんかそれこそなんだっけな、県を代表するみたいな、何県だったかな。あーそうなんかポケモンに選出されて、うんなんか市長さんと握手とかしてましたよ。すごい。確かに私との闇っぽいイメージもあるんでしょうけど、このヌオーののんびりとした性格で気ままでみたいな、あんまこの感じもなんかちょうどいいかもしれない。なんかこのね、一緒に生活するって思ったらそう、うん、もしかしたらヌオ近いかもーぐらいゆっくりしてる方がなんか穏やかな生活できそうでそう、はん、ありますすごいよね。休日の私みたいな思考で、作ってんですか？土は食べないけど、もなんかこう埋まってる、埋まってる埋まってのんびりしてる。それいいですね。うんちなみにね、なんかね、ゆきまささんは、はい癒し系な見た目のヌオーですが、ポケモンバトルでは攻守に隙がなく安定して活躍できる。はい、あと個人的にネキとヌオーが手をつないでお散歩してる姿が頭の中でふと浮かんだと。わかる。確かに、一緒にスーパーとか行きたい。あ、でもスーパーにいたのはミミッキュか。確かに、うんでも古いスーパーだから新しいスーパーにヌオーと言ってもらったらいいじゃない。新しいスーパー。新しいスーパーに。確かに一緒にホームセンターとか行きたいね。あー行きたい、ね、なんかでも遅そうですよね、ヌオー。すごい遅そう。ゆっくり歩いてて、うんあでもネキも買い物超早いタイプじゃないのか、どうなんだろう、ね、いやでのんびりしてるかもしれない。じゃあいいかもですね。のんびりと。私とかヌオーと多分、うんあそうか一緒にもう早く結論からってね。そう結論になっちゃうから。何買うの早くってなってるね。そうどっちあこれとこれどっちってなっちゃうから。ヌオ困るよ。そうねヌオなっちゃうからヌオってなるよ。ヌオーごめんよねなっちゃうからね、ぴったりかもですね。でさらに続きまして、まだいらっしゃる。リナカタナナさんからいただきました。フォックスライ、フォックスライいいですね。かっこいい。フォックスライかっこいいですよ。じゃじゃーん。うわ、なんかすごいイケてる。イケてるキツネちゃんです。フォークスライ。フォークスライ。フォークスライ。フォックスライはね、怪盗がモチーフのポケモンなんですけど、私がネキの相棒ポケモンにおすすめしたいのはフォクスライです。フォクスライは怪盗がモチーフになっているポケモンで、マスクをつけているような見た目がとってもかっこいいポケモンになります。はい。ネキさんが同じ仮面をつけて一緒に並んだ時すごく絵になりそうな気がします。確かに。キツネもモチーフに入っていると思うので番組にもぴったりかもしれません。葵さんのレントラーと並び立った時に、同じ四足歩行同士でも異色の2匹になるのでとてもかっこいいと思いますと。そっか。嬉しい。私のことも考えてくれたんだ。お互いのポケモンの組み合わせというか。いやでもねこれ、ずっと私の悩みなんですけどね、聞いてもらっていいですか。私ねレントラーの子すごい大好きなの。でもレントラーと暮らせるとは思ってなくて。そういう感じ？あいつ陽キャじゃん絶対。ああ、そうか。それこそさ、なんか好きだよ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 みたいなのを、あのでかさでやってくると思うの。あいつ135センチとかあるから縦で、だから横はもっとあるっていうか、そうみたいな長さっていうんですか。確かにね、体長はもっとあるはずだから、それで好きだよ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 なででってされたら、あ
そっか。なるほど、そうなっちゃうのか。のかもって思ったの、だから子供の頃どんだけちゃんとしつけをしてあげられるかが大事なんだと思うんですけど、しつけできる自信もないの。可愛すぎて甘やかしちゃうから、絶対ちゃんと叱れない。そう、叱れない。ダメでちょダメだねってなっちゃうから、多分怒られてるって通じないじゃん。通じないの、彼というかレントラには。わかんない、ちっちゃかったコリンクに一生懸命ダメだねダメだったね可愛いねってなっちゃうからそうか、可愛がっちゃうか。そう、私だからね、ちゃんとその訓練施設とかに一回入れておかないと、なんかこうね、うっかりレントラーがよその人を傷つけたらとか思うと一緒に暮らせないのよ。切ないな。切ないの。だからじゃあバトルの時はというか、外出る時はね、そう一緒にね。だからさ、レントラーと暮らすとかなったらさ、本当にさ、めっちゃ広いところに引っ越さなきゃいけないしそれはね、それはどのポケモンもそうか、ポケモンによるか。でも意外とさ、ゲンガーとかはさ、場所じゃないじゃん。確かに。多分なんか座標じゃん、こいつの現れ方って。で、私結構じゃあ場所じゃない、結構闇とか影とかだから。そうですね。そうね、本体ない方が多いかな。まあ、一番この中ででかいのは言うたらやっぱパラセクトとかじゃないですか。これパラセクトさんどのくらいあるの？相当でかいんじゃん。でもね、パラセクトさん意外とね、1メートル、高さ1メートルで重さ多分30キロくらいだから。でも、子供くらいはありますよ。確かに子供くらいはある。そうかも。だいぶ大きさね。可愛いですね。確かに一緒に過ごせるか、一緒に生きていけるかっていうのはまた別ね。そうなんだよね。そうなんだよね。さらに続きまして。まだありがたい。猫に布団を4割取られてる安田子さんからいただきました。半分。生拳さんじゃない。ポケモンさん。生拳さんです。何これ可愛い。可愛いでしょ、生拳。生子じゃないですか。そうなの、生子なの。しかもね、生拳は口から手が出んの。怖っ。確かにここってこと？ここ出るのかな。そう。あおちゃんネキネキコン好きです。私からネキさんの相棒には生拳をおすすめします。生拳を選んだのはじゃんけんができるからです。生拳は敵に出くわすと口から体内器官を出して攻撃したりするのですが、なんともうその体内器官を使ってじゃんけんをしたりすることができ、ネキさんが旅の最中何かに迷った時、生拳とじゃんけんして決めることができる優秀なポケモンなので、ネキさんの旅に、ぜひ生拳を1匹連れて行ってくださいとですね。何言ってるんだろうな。でもなんかやっぱリゾート地に一緒に行きたいね。喜んでくれそう。あとなんか色のイメージもちょっとネキっぽいですよね。色のイメージ赤と黒ね。いや、わかる。連続転がりとか私もよくするよ、お家で。よくする？そう。じゃあ生拳と連続転がりでぶつかり合うの？連続転がり、そう、こうやってゴロゴロゴロパス。生拳ってどんぐらいのサイズ？サイズ感はでもね、30センチで重さ 1.2 キロが持ち運びができる感じのね。このくらいの。このくらい。じゃあこうなんだ、生拳って結構大きいといえばね。勝手にこうかと思ってた。意外と大きいね。そっか、こうだね。いいね、枕にできる。そう。なんか出てきそうだけどね。でもさ、枕にしたら口からこうからやってくれる。されるかもしれない。これは進化さ、こいつね、このままなんです。進化とかないんです。進化とかないの？そうなんです。ポケモンなんですけど、たまにそういうのもいて、生拳は進化した姿でもないし、この先進化することもないんです。不思議。なんかそのポケモンの生態系も面白いよね。あとやっぱこの子はなんかなんだろうな、その可愛さありますよね、やっぱ。なんかこのままの形の可愛さあるというか。この子多分別にバトルに出る必要ないんじゃないかなっていう。だってビーチなど浅い海に住むね、なんか餌を取ったりとか、なんか幸せにね。でもね、この飛び出す中身とかは、確かなんだっけ、物理攻撃を受けると、なんだっけな、カウンター的にカウンターでするみたいな、そんなんじゃなかったっけな。違ったらごめん。でもわかるな。転がっててほしいな、海沿いに。ね、だいぶなんかやっぱ癖があるポケモンが揃ってきましたね。だいぶ大体紫。大体紫ですね。続きまして、牧場の羊さんからいただきました。ありがとうございます。ストリンダーローナ姿。何それ？素敵。かっこいいカード。うわ、ちょっと何この表情。最高ですよね。すごい。ストリンダーはね、すごいセクシーなポケモンで私大好きなんですけど、
はい、ネキの相棒ポケモンだと思うのはストリンダーローな姿です。ローな姿。ネキは陽のポケモンを選ばない気がしますが普段はお互いの生活に干渉せず、ネキが酔って寝てしまった時だけ仕方ねえなって少し照れながらも毛布をかけてあげてほしいっていう。なんか途中から暴走入ってていいんだよね。これ何があったの？お互いの生活には干渉せずも一緒に暮らしてる。まずね、やっぱ相棒ですから、一緒に暮らすわけですけど。何これ、マックスダウナーだって。でもネキがストリンダーローな姿持ってたら私ストリンダーハイな姿ですよね、絶対。何、ハイとローがいるんだ。ハイとローがいるんですよ。じゃあハイはもっと表情違うのこれ？そうなんです。しかもちょっと色味もね違ってなんでしょう、全体的にちょっとデザインが違うんですけど、ストリンダーのこれハイですね。ハイの姿なんかハイとローで確かに色が面白い。色も違うしね、ちょっとこのトサカの感じもちょっと違ったりして、これちなみになんですけど、このストリンダーに進化する前のエレズンってポケモンがいて、ここにいるね、可愛い。そう、めっちゃ可愛いんですよ、エレズン。エレズン好き。可愛いエレズン。可愛くない？可愛い。何、おむつ履いてる？おむつ履いてる。足短くてすぐ泣いちゃう。なんか表情が物受けで可愛いね。でも進化するとこんな格好つけちゃうんですよ。このでもさ、めっちゃいいでしょ。やっぱりちょっと中二感があって、すごいちゃんとここに来たなって感じの方ですね。なんかね、確かにギタリストをテーマにしてるんじゃないかなっていう話になってたと思います。ストリングスだしね。そう、なんか確かこれが出たタイミングが剣立てだったんで、ソードシールドだったんです。でソードシールドがイギリスが舞台になっていて、それはもうロックミュージシャンでロックミュージシャンのイメージでおそらく作られたポケモンではないかというだけで、公式から出てるわけではないんですけど、そうなんだ、みたいな感じ。フュージョンって書いてあるもんね。いいですよね。じゃあそうなるとゆうきさんはハイな姿。私がもう2人でもしね、ダブルバトルするってなったらハイとローと出したいです。うわ、いいね。あと仕方ねえなっていうのもすごい言ってくれそうだもんね。そう、もうセリフとしてね、ストリンダーローの姿に似合いすぎる。かっこいい。めちゃくちゃいい。誰だ？ゆうきとネキ。さらに続きまして、嬉しい、まだ来てくれるの？パッペさんからいただきました。カラマネロ。パッペさん、ゆうきさん、ネキさん、コンスキ。さっきのクリスマス雑談配信の数日後に ZA を買った私が手持ちのポケモン図鑑のデータを参考に相棒候補を探したところ、ネキさんにぴったりそうなポケモンを見つけました。逆転ポケモンのカラマネロです。巨大なイカが逆さになったような姿をしており、デジモンやアトラス作品で例えると、カルマーラモンや邪神カナロアに似た姿をしています。ZA の説明文には、ポケモンで一番強力な催眠術を使う、相手を意のままに操ってしまうのだと書いてあります。さらにメガ進化したカラマネロの、説明文がなかなかすごいです。色鮮やかな光で相手の人格と記憶を上書きし、自分の意のままに操る。すごく老人への悪魔の匂いがします。ちょっとメガテンの人来ちゃった。はい。でも確かにそういうデザインかも。何これ、なんかまたストリンダーとまた違ったなんだろう。そうなんですよ。こいつも悪エスパーじゃない？でしょう。どう見てももうエスパー。しかもね、この1個前のマイカはね、結構可愛いんですけど、ちょっとこの上にねあるよね、丸い枠に。マイカって言うんです。本当にそのままなんだ。そう、マイカ。でもこれ進化の仕方がめっちゃ特殊で、本体、ゲームの本体を逆さまにしてレベルアップさせるんです。何それ？どういう仕組み？じゃあジャイロ機能で多分判定してるんですけど、逆さまにしないと進化しないから、最初すごい特殊でなかなか進化させられないポケモンだと思われてたんですけど、っていうのがありましたね。すごい。でもこのカラマネロもサイズ感私と同じくらいだわ。本当？じゃあダークライとカラマネロって同じくらいなんだ。ダークライとカラマネロね、両手にそう。悪っ、なんか悪っ、怖い、悪々しいね。あとなんかダークライがそれ困りそう。そうね、ちょっとダークライ結構気使うと思うからな。そう、ダークライなんかちゃんとしてそうなんですよね。ダークライこの人ちゃんとしてそうよね。わかる？なんでだろう。でも確かになんかね、自分の好きなものになんか近い感じのニュアンス持ってるポケモンとかだと愛せるかも。やっぱりただ圧倒的エスパー。ね、エスパー、毒悪あたりはやっぱりちょっとネキのイメージ。だって電気タイプとかも来てますし、生拳とかも水タイプですけど、なんか色は同じ感じですもんね。わかる。明るい感じじゃないよね。紫黒赤みたいな。そう、すごいよね、この色合いね。
でもカラマネロのこのマイカ可愛いね、確かにね。マイカ可愛い。進化って言ってもさ、進路結構いっぱいあるんだっけ、ポケモンによっては。EV くらいですかね。じゃあみんなそんなに分かれはしないんだ。そうです。まあでもポケモンにもよるんですけど、本当にでも、あんなにいっぱい進化するのは EV ぐらいかな。と思いますね。でもそれこそストリンダーローの姿、ハイの姿とかは、特攻が高いか特防が高いかだったかなとかだった気がします。違ったらごめんなさい。嬉しい。まだ来てるの？はい、さらに2通来ているということで、嬉しい。そんなにポケモン来てくれるんだ。すごい。何？すごい素敵なキューコンちゃんです。これ有名な方じゃない？これそうですね。これぜひ見せてもらう。私でも知ってる。はい、これで初代からいるポケモンキューコンです。はじめさん、あとモチベを求めてさんからいただきました。あおちゃんの駅好きにやろう。好きにやろう。私がおすすめしたいポケモンはキューコンです。お二人がつけているキツネ目に引っ張られた部分もありますが、それを抜きにしても凛とした姿がぴったりだったり、神通力や鬼火などの技の神秘的な部分も含め、ネキの相棒にいいのではないかと選ばせていただきました。同じくキューコンでルナさんからいただきました。あおちゃん、ネキさんこんばんは。ネキさんと相性の良さそうなポケモン、私は炎属性のキューコンを推します。炎なんだ。はい、黄金に輝く体毛に9本の尾、優雅さと神秘さを兼ね備えながらもどことなく愛らしさも残るところがまたいいなということで、1000年を生きる長命種ゆえの、悠久の相棒にもってこいですよと。嬉しい。よかった。やっぱこういう一面も、超素敵。素敵。しかも、ネキがもしキューコンを持ってくれたら、私はアローラキューコンを持ちたい。アローラの姿ってやつ？そうなんです。アローラの姿って結構そのリージョンフォルムって言って、そのですね、場所によって地域によってそのポケモンも違う進化をしている。アローラのキューコンは氷タイプなんですよ。ハワイアンなイメージがあった。そうなんです。ハワイアンなイメージなんだけど、ちゃんと氷山もあって、その氷山の中に住んでる設定なんで、アローラロコンは白いし、アローラキューコンはもうなんていうんですかね、青白いというかみたいな感じなんです。でもかっこいいね、やっぱりね。わかる。キューコンはみんな好きだよね。あともうこことこれでやっぱ並べたくなっちゃうもん。ダークライトキューコン。ダークライトキューコン。ずるいよ、かっこいいよ。そう、これかっこよすぎるでしょ。パラセクトももちろんパラセクトもちろんここにいるから全部ほらからのカラマネロも並べてあげてくださいよ。あとスリーパーも並べてあげて。スリーパーも必須。そう、スリーパーも並べて。これが全て白チームでしたっていうね、オチだから。すごい。そう、それだったとしたらスリーパーマジ最強っすね。強いよね。でもね、アローラキューコンちゃんです。すごい。確かにこれあおちゃん好きそうな。可愛いの。すごいね、素敵なデザインだし、麗しいね、なんかね。そうなんです。アローラロコンの方はですね、それこそ北海道に向かう飛行機とかに確かな、ポケモンジェットとかのね柄になってたりしてて、ロコンちゃんもなってるか。ロコンとアローラロコン可愛い。うわ、アローラロコンすごいドンピシャじゃない？ドンピシャだよ。ドンピシャだよ。でもだけど可愛すぎて本当甘やかしちゃうから、そう一緒に住めないんだよね。そうね。でもアローラロコンはそんなにすっごい量も量じゃなさそうだよね。量ではないよね。量じゃなさそう。でもなんかすぐお腹とか壊しそうじゃない？ちょっと繊細そう。そうなんかストレスに弱そう。なんか風邪ひきそう。そうなんかほらチワワとかポメラニアンとかって弱いじゃん。お腹冷やすよね。そういうイメージ。今冷えてるけどね。そう最初から冷えてる。わかる。通常のロコンの方がなんか健康丈夫そう。芝生走ってそうっていうか。そう。アローラちゃん日陰から出れなそうだから。でもやっぱ神秘的ですね。そうなんですよ。めっちゃ可愛いんだよね。これ出た時本当にもうみんな湧きましたね。これはだってちょっとそれこそ人の人生をねちょっとこう揺るがす感じのね。本当一生の推しになっちゃう可愛さ。アローラの姿でこういう感じなんですね。結構いろいろいますね。それこそライチュウとかもアローラの姿あったりとか。地域で。そうなんです。そうよね。環境によって変わるよね。そうライチュウはねそれこそちょっとサーファーイメージみたいなそんな感じで。わかった見たことある。尻尾で波乗りをしてくれるし、みたいなイメージになって。でも私とはまずちょっとなんか合わないだろうな。まあそうですね。ライチュウはなんかね、そう光系ではやっぱこういう系になるんですよね。多分ね。そうですね。静かそうというか。そう静かそうわかる。ちっちゃい声で泣きそうっていうか。そう鳴き声大きくなさそう。ライチュウってすっごい遠くからこっちに声かけてくると思うんですよ。ライラー。わかる。
そうね、ピカチュウ、ライチュウ系はね、多いって感じでね。そう。でも、キューコンはスンって後ろにこう現れてる。そう。わかる。キューコンとかダークライとかスッてきそうな。そう、いいですよね。ゲンガーとかは一時脅かしてきますよ。ゲンガーなんかちょんちょんしてきそう。ゲンでストリンダーは仕方ねえなって言うんですよ。仕方ねえなってしてくる。毛布をこうして毛布をかけてくる。可愛いね。毛布かけるの自分の仕事だと思ってるストリンダー可愛い。可愛い。みんななんかこう考えるとみんな可愛くなっちゃうね。なんかね、自分にぴったりかもと思い出すと、思い入れが出てきますよね。あれ全部で何体までいけるんだっけな。なんかパーティーは6体ですね。6体か。じゃあちょっとこの中で6体組んでみます？うわ、今？そんな。誰だ？好きにやる TV。でもまず難しいな。まずでもやっぱヤミラミはね、おすすめかも。なんかもうね、ネキとヤミラミがいるとこ想像つくもん。多分最初にそれこそ博士が持ってきた3体のボールの中にいた子だよね、なんかね。私でいうところそう3体いて、ネキ用の3体。そう、私用の3体。そう、他に誰かいたかは分かんない。しかもなんかポリゴンヤミラミ生拳とかだったのかもしれない。わかる、そんな感じ。うわ、悩むな。絶対悩んだんだろうな。でもここに3体いるじゃろみたいな。この3体いるじゃろだった場合、ネキはヤミラミな気がする。そうね。確かに。そう。あとポリゴンも悩むし、生拳と平和に過ごしたいけど、多分ヤミラミですね。可愛いですね。どの子も可愛いですね。わかる。なんかどの子も一応一緒に過ごすと別なんかほら預けられるよね。預けられる。ボックスにもちろん預けるですよね。預けたとして、手持ちに入れるなら。手持ちに入れるならですよね。でもやっぱダークライは欲しいかも。いい、わかる。わかる。やっぱね、かっこいいもんね。これはだいぶ後に来るんですけど、そう、だいぶ先でダークライは多分来ると思う。ここのさ、スリーパーユンゲラもどっちか欲しいよねみたいになってる。確かに。そう。エスパーかぶりしてますもんね。そうなの。エスパーがそうなの。役割がかぶっちゃう。そんなこと言ったらあれヤミラミもアクゴーストとかじゃなくて。確かそう。ダークライとどっかぶりかもしれない。そうなんですよ。でもいい。かぶっちゃうのやるのが。なんか変な話だけど、ヤミラミがめちゃくちゃダークライの周りをちょろちょろしてるとこ見たいもん。合いそう。ダークライはスンとしてるけど、その周りをヤミラミがヤミ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 。そっか、そうやって泣くんだ。わかんない。いやでもね、そうでもな、キラキラばっかり選ぶのも良くないからね。可愛い。私そういうの考えちゃう。そうなるとやっぱカラマネロなんだろうな。でもなんかどんどん闇なんだけど。全部悪じゃない？嘘。そんな6体までいけるんですよね。いけるいける。ミミッキュはな、でもやっぱミミッキュは私がね預からないと。確かにミミッキュを幸せにしてやれるのはお前だけ。あとストリンダーはやっぱ毛布かけてくれるからね。毛布かけてくれるから。みんなの面倒を見てくれる。そうなるとこれね、あと悩んじゃうんですよ。フォークスライも可愛いしな。フォークスライも可愛い。じゃあこれ続き面言かな。最後の1体を面言で。最後の1体は面言で。ゆきさんだったらどれがいい？私だったらでもね、これは絶対ずるいじゃん。ずるい。9コン行くのずるいじゃん。ここで9コン行くのはこれはね、9コンかダークライどっちかだと思う。どっちかだと思うんだよね。わかる。私こうなったらどうだろうな。でもゲンガーか生拳かな。生拳ね。確かに生拳わかる。私ね、ゲンガーもだけど確かにこれか。意外と私ユンゲラーか生拳かな。おお。じゃあユンゲラー入れちゃいますか。キツネ系をちょっと入れたいな。これキツネじゃないんだっけ、ユンゲラーって。待っても何って例えられたらキツネっぽいですよね。フォークスライも気になる。うわちょっとごめん、決められない。続きは面言で、ここでお時間でございます。さあね、大盛り上がりのポケモン会でしたが、楽しかった。この続きはあるのか。来たるね、番組開始1周年となります2026年5月リアルイベント実施です。詳細は今後の配信や公式の X ご確認ください。番組ではリスナーの皆さんからのお便り大募集中です。概要欄のメッセージフォームからお願いします。
この番組はまだ知らない好きとつながるキノコップの提供でお届けしております。ゆうきとねきの好きにやる TV オフィシャルグッズ発売中。詳しくは概要欄をチェック。またキノコップメンバーシップをご登録いただくとメンバー限定の動画ご視聴いただけます。チャンネル登録と高評価、番組 X のフォローもよろしくね。それではまた次回お会いいたしましょう。好きにね。来た、素晴らしい。これみんないいんだけどやっぱりいなかった、あ、この子だみたいになるね。あ、素晴らしい、ちゃんと出会えたんですね。なんかここに属性的なところもあるんだけど、